4歳で自分は死ぬのだと悟りました。そう語ったのは、後に心理学の巨匠と呼ばれることになる男、アルフレッド・アドラーです。彼は天才でも強者でもありませんでした。むしろ誰よりも死と劣等感に近い場所にいた弱さの塊のような子供だったのです。3歳の時に隣で寝ていた弟を病で亡くし、その翌年、彼自身も猛烈な肺炎に襲われます。医師からもこの子は助からないと宣告された絶望の夜、薄れゆく意識の中で彼は自分に誓いました。もし生き延びることができたら、僕は人を救う医者になる。生き延びた彼を待っていたのは、しかしさらなる試練の連続だった。くる病による身体の不自由、優秀な兄への劣等感、そして落第寸前の成績、弱さはまだ終わらなかった。これは弱さしかなかった一人の男が自らの劣等感を武器に世界を変えるまでの起死回生の物語。第一幕、弱さの呪縛。物語はここから始まります。肺炎から奇跡的に生還したアドラーを待っていたのは残酷な現実でした。くる病の影響で骨が変形し、彼は自由に走ることさえできなかったのです。周りの子供たちが泥だらけになって笑い合う中、一人だけ動けない孤独。彼は後にこう振り返っています。私の幼少期はただただ惨めなものだったと。この時、彼の心に最初の棘が刺さります。それは自分は不完全な存在なのだという、あまりにも重い自覚でした。さらに彼を追い詰めたのは、家庭の中にいた光、兄の存在です。活動的で、優秀で、親の期待を一身に背負う兄。アドラーにとって兄は、自分が決して届かない完成形に見えました。兄ができることが、なぜ僕にはできないのか。なぜ僕だけが、こんなに醜く弱いのか。家庭という小さな社会の中で、彼は常に、自分は2番手、あるいはそれ以下である、という無力感に、押しつぶされそうになっていました。その劣等感は、ついに学校生活さえも蝕みます。成績はどん底。特に算数は致命的で、ついに教師から、この子は靴職人にでもさせた方がいい。学問の才能はゼロだと、事実上の落第を宣告されます。身体が不自由で、家族にも劣り、勉強すらできない。この時、アドラーは人生の最下層にいました。しかし、ここで彼は一つの奇妙な感覚に気づきます。この苦しみから抜け出すには、僕自身が変わるしかない。弱いままで終わってたまるか。彼はもう勉強の末、学年で一番の成績を収め、自らの力で運命をこじ開けました。弱さは克服できる。この確信が、彼を医学の道へと突き動かします。しかし、そんな彼が心という迷宮に足を踏み入れたとき、一人の巨大な存在と出会うことになります。当時の精神分析学の頂点、ジークムント・フロイト。この出会いが、アドラーをさらなる激動の渦へと巻き込んでいくのです。1902年、医師となったアドラーのもとに、一通の招待状が届きます。差出人は、あのジークムント・フロイト。当時の精神分析学は、まさに革命の真っただ中でした。アドラーは、フロイトが主催する水曜心理学研究会の初期メンバーとして迎え入れられます。自らの弱さを克服し、医師という夢を叶えたアドラーにとって、それは知の最前線への凱旋、人生のピークとも言える瞬間でした。しかし、蜜月は長くは続きませんでした。フロイトは説きました。人間の行動は、過去のトラウマや抑圧された性衝動によって決定される。つまり、過去が未来を縛るという考え方です。これに対し、アドラーの心に激しい違和感が芽生えます。過去が全てを決めるというのなら、あの死の淵から這い上がった僕の努力は何だったんだ。僕たちは過去の奴隷ではないはずだ。アドラーが信じていたのは、過去の原因ではなく、未来の目的でした。病弱だったから医者になったのではない。医者になるという目的のために、病という苦難をバネにしたのだ。劣等感は人を押しつぶす呪いではない。それは
より高みを目指すための最強のエンジンである。フロイトの原因論とアドラーの目的論。水と油のような2つの思想は、ついに決定的な衝突の時を迎えます。1911年、アドラーはフロイトとの決別を選びます。それは、当時の心理学会における権威という後ろ盾をすべて捨てることを意味していました。さらば、巨匠。僕は僕の道を行く。独り立ちしたアドラーがたどり着いた真の起死回生の答え。それは、現代の私たちをも救う、あの衝撃的な理論でした。フロイトの元を去ったアドラーを待っていたのは、学会からの激しい追放でした。当時の心理学会において、フロイトに背くことは、科学者としての死を意味していました。アドラーは裏切り者だ。彼の理論は浅すぎる。かつての仲間たちからの罵声。しかし、アドラーの心はかつてないほどに澄み渡っていました。彼は知っていたのです。過去のトラウマに怯え、運命を言い訳にする理論では、本当に苦しんでいる人々を救うことはできないと。ここで彼は、生涯の核となる思想、目的論をぶち上げます。我々は過去の経験によって決定されるのではない。その経験をどう解釈し、どんな目的のために使うかによって自分自身を決定しているのだ。例えば、赤面症で悩む人がいる。フロイト流なら、過去の恥ずかしい経験を原因とします。しかしアドラーは言いました。人と関わって傷つきたくないという目的のために、自ら赤面という症状を作り出しているのだ。厳しい言葉に見えるかもしれません。しかし、これは過去は変えられなくても、未来への使い道は今この瞬間に変えられるという究極の救いでした。アドラーは象牙の塔にこもるのをやめました。彼はウィーンの街角に飛び出し、労働者や子供たちのための相談所を次々と開設します。劣等感はあっていい。それは、よりよくありたいという優越性の追求があるからこそ生まれる健全なエネルギーなんだ。彼が提唱した個人心理学。それは、人をパーツで分けるのではなく、分割できない一人の人間として、その人がどこへ向かおうとしているのかをまっすぐに見つめるものでした。アドラーの理論は、虐げられてきた人々に自分の人生を選び取る勇気を与えた。しかし、時代は彼の理想を嘲笑うかのように、最悪の方向へと加速していきます。1914年、世界は憎しみと断絶が支配する殺し合いの場へと変貌しました。自身の理論が、そして人間の善意が、暴力の前に無力なのか。アドラーは軍医として、最前線という地獄へ送られることになります。そこで彼は、自らの心理学の真の完成を見るのです。1914年、第一次世界大戦。アドラーは軍医として最前線に送られました。そこで彼が目にしたのは、人間の尊厳が文字通り粉々に打ち砕かれる光景でした。昨日まで笑い合っていた若者が、今日は泥の中で冷たくなっている。人間は、自分さえ良ければいいという利己的な存在なのか。極限の憎しみと暴力に包まれた戦場で、アドラーは問い続けました。しかし、そんな地獄の中で、アドラーはある光を目撃します。死の恐怖に怯えながらも、負傷した仲間を背負って逃げる兵士。絶望的な状況で、誰かのためにパンを差し出すて、アドラーは気づきました。人間を本当の意味で救うのは、個人の成功でも、他者への勝利でもない。自分は仲間に貢献できているという感覚。すなわちソーシャルインタレストこそが、人が生きるための根源的なエネルギーなのだと。戦場から帰還したアドラーは、自身の理論を完成させます。すべての悩みは、対人関係の悩みである。しかし同時に、すべての喜びもまた、対人関係から生まれるのだ。彼は説きました。他者を敵ではなく、仲間とみなし、そこに自分の居場所を見出すこと。それは単なる道徳ではなく、過酷な現実を生き抜くための実用的な武器でした。劣等感に苦しむのは、あなたが弱いからではない。仲間とつながり、誰かの役に立ちたいという本能が、出口を探している証拠なのです。アドラーの思想は、
傷ついた戦後の人々の心に深く浸透していきました。しかし時代は再び彼に試練を与えます。ナチスの足音がヨーロッパを覆い、ユダヤ人であるアドラーへの圧迫が強まっていく。僕の言葉をもっと多くの人に届けなければならない。命の危険を感じたアドラーはついに住み慣れた故郷を去り、新天地アメリカへと向かいます。そこで彼を待っていたのは人生最後の、そして最も情熱的な挑戦でした。アメリカに渡ったアドラーを待っていたのは、彼の言葉を渇望する熱狂的な聴衆でした。かつて落第寸前と言われ、医学界からも追放された男は、今や世界で最も影響力のある心理学者の一人となっていました。彼は過密なスケジュールの合間を縫って講演旅行に明け暮れます。人はいつでも変われる。人生を阻んでいるのは能力の欠如ではない。ただ勇気が足りないだけなのだ。1937年、講演旅行先のスコットランドでアドラーは心臓発作により急逝します。67歳でした。それは最後まで誰かに勇気を与えるために走り続けた彼らしい幕引きでした。死後、アドラーの名前はフロイトやユングの陰に隠れ、歴史の持つ舞台から一時的に姿を消します。しかし彼の思想、目的論、共同体感覚、勇気づけの谷は人々の心の中で静かに力強く根を張り続けていました。そして今再びアドラーの言葉が世界を揺らしています。嫌われる勇気を持つこと、それはわがままに生きることではありません。他人の期待を満たすために生きるのをやめ、自分の人生のハンドルを自ら握るということ。4歳で死の淵に立ち、劣等感の泥沼から這い上がった彼が証明したのは、運命は変えられるというシンプルで強固な事実でした。あなたの過去がどうであれ、これからの人生には何の関係もありません。大切なのは何を与えられたかではなく、与えられたものをどう使うか。アドラーが残した勇気のバトンは今あなたの手の中にあります。起死回生の物語はここからあなた自身の手で書き換えられていくのです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは偉人たちの起死回生を描いていきます。気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。